日本は弱い。フランスやオランダよりは全然いい。日本は今大会でチュニジアに勝っただけでスウェーデンにはかなり危なかった。ブラジルが普通にやれば勝つ。ビニが日本の守備を壊す。日本に負けるわけがない。ブラジルが日本を怖がるなんてありえない。よく言えば運動量と連動性、悪く言えばバタバタ走ってるだけ。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はワールドカップノックアウトステージ初戦、ブラジル対日本戦直前のブラジルサポーターと話していくよ。負けたら終わりのノックアウトステージが始まるね。そうだね。気合い入れて応援だ。みんなコメント欄を応援で埋め尽くすのよ。今回はブラジルサポーターのレオくんとリモートをつないでるよ。おわ。ほら。じゃあブラジルサポーターがブラジル対日本戦直前に何て言ってるか聞かせてほしいな。ブラジルサポーターは日本にリベンジする時が来たって燃えているよ。レオくん、ノックアウトステージ初戦がブラジル対日本に決まったけど、ブラジルではこの試合どう見てるのかな？ブラジルではかなり盛り上がってるよ。ブラジル対日本が決まって、よし来た、日本だ。ここからヘキサへの道だ。やっぱりブラジルサポーターは強気なのかな？かなり強気だね。日本が相手に決まって、ブラジルならいける。勝って次へ進むぞっていう雰囲気はすごくある。日本が親善試合勝ったのに怖がってる人もいるけど、やっぱりブラジルのプライドが強い。日本が相手ならブラジルが勝つって声が多いかな。日本のグループリーグの試合を見たブラジルサポーターはどう見てるんだろう。日本がスウェーデン戦でかなり苦しんだ。日本はスウェーデンに押されてた。もう少しで逆転されそうだったからブラジルなら勝てるっていう感じで見てる人は多いね。スウェーデン戦を見て日本はあんまり強くないって思われちゃったんだ。そう。日本はスウェーデン相手に防戦気味だった。あれならブラジルが攻めればいけるって感じで見てる人が多いよ。スウェーデン戦の印象が大きいんだね。大きいね。日本はそんなに怖くない。スウェーデンにあれだけ苦しんだならブラジルが勝てる。でも日本だってチュニジアには大勝してるけど。もちろん日本が勝ったことは見てるけど、ブラジルサポーターの中では日本は今大会でチュニジアに勝っただけでスウェーデンにはかなり危なかった。なるほど。チュニジア戦より直近のスウェーデン戦の方を見てるんだね。そうだね。でも審判が公平だったら日本が勝ってた。スウェーデンがもっと決めきってたら日本は負けてスウェーデンだったのに。で、スウェーデンと試合の方が楽だったって人もいるんだけどね。でもブラジルは5回優勝してる国だから、日本に対して最初からビビるっていう感覚はあまりない。スコア予想も強気なのかな？めちゃくちゃ強気。2対0、3対0、3対1、4対0、5対0みたいな予想がかなりある。ブラジルが普通にやれば勝つ。ビニが日本の守備を壊す。5対0まであるの？さすがに強気すぎない？そう思うでしょ？でも本当にそういうテンションなんだよ。日本に負けるわけがない。ブラジルが日本を怖がるなんてありえない。日本に対して楽な相手って見てる人が多いの？かなり多い。日本は弱い。フランスやオランダよりは全然いい。日本で助かった。ブラジルが日本を怖がるならもう帰った方がいい。日本に負けたら恥だ。日本は成長してるけど、それでもブラジルが負ける相手じゃないって思ってる人が多い。ブラジルが日本にワールドカップで負けちゃったら大変だもんね。でもそこまで強気っていうのもちょっとね。俺も強気なのはわかるけど、サッカーってそこが危ないからね。ブラジルサポーターは日本は怖くない。ブラジルが勝つって声が多いかな。でも強気な声ばかりじゃなくて、日本を警戒しているブラジルサポーターもいたりしないの？いるいる。そこはちゃんといるよ。日本は昔の日本じゃない。もう簡単に見ていい相手じゃないって言ってる人も結構いるんだよね。その人とは友達になれそう。見てる人は見てるね。日本は組織がしっかりしてるし、全員が走るし、簡単に崩れるチームじゃないって評価してる人もいる。ブラジルサポーターから見ても日本は組織的って思われてるんだ。日本はブラジルより組織的でフィジカルの持続力もある。ブラジルには個の力があるけど、日本にはチームとしてのまとまりがある。日本の選手たちは仲良しだよね。ただ日本はいいチームだけど、ブラジルには試合を決められる選手がいる。で、最終的にはブラジルが勝つって話になってるんだけどね。警戒はしてるけど、ブラジル有利って考えは変わらないんだね。日本はいいチーム。でもブラジルが本気で集中してやれば勝てる。これが警戒してる人でも多いかな。日本のどこを一番怖がってるの？一番多いのはスピードだね。日本は速い。カウンターが速い。切り替えが速いって声が多い。
日本のスピードはブラジルサポーターにも警戒されてるんだね。かなりね。日本の速いトランジションは今のブラジルの弱点に刺さるかもしれない。ブラジルが前に出て後ろにスペースを残したら危ない。日本にスペースを与えるなよ。日本はボールを持たせたら怖いというより、奪ってから一気に来るところが危ない。日本のスピードにカゼミーロがついていけるのか。日本は運動量があるし全員が走るから、今のカゼミーロがそのテンポについていけるのか。日本はめちゃくちゃ走るから、ブラジルのベテラン勢が置いていかれないか心配だ。カゼミーロとダニーロが日本の選手についていけるのかって心配してる人が多い。ブラジルからも怖がられるってことは日本のスピードは世界レベルだね。日本の選手は小柄だけどずっと動き回る。全員でボールを追いかけてくるようなチーム。よく言えば運動量と連動性、悪く言えばバタバタ走ってるだけ。でも警戒してる人はその総力こそ危ないって分かってる。日本で警戒してる選手はいるのかな。菅原の名前が結構出てたね。ブラジルは菅原に気をつけろ。ビニ対菅原、いい勝負になりそう。日本の菅原って選手めっちゃうまい。菅原はビニにやられるぞ。なんだか珍しい。私もちょっと意外だったからいろいろ見てみたけど、菅原選手のこと話してるブラジル人結構いたんだよね。意外っていうのはちょっと失礼だけど、海外の人から普段名前上がってないもんね。あとは日本のサイドは本当に速いし、特に三笘は危ないぞって言ってる人もいたんだけどね。メンバーに選ばれてないことすら知らないんだ。ブラジルってサッカー好きな人多いけど、日本のこと見てない人も多いだろうしね。でも日本をしっかり見てる人もいるけど、意見は割れてるね。日本なんて余裕って人もいるし、いやいや日本は本当に危ないって人もいる。ただ共通してるのはブラジルが油断したら危ない。特に日本のスピードに対して守備と中盤がどれだけ対応できるか、そこが一番のポイントになってると思う。ブラジルは攻撃陣の期待も大きそうだよね。そこはめちゃくちゃ大きいね。特にビニシウスへの期待がかなり強い。日本の守備はビニに苦しむ。ビニが日本の守備を壊す。今大会4点取ってるし、サポーターの期待も高そうだね。今のブラジルで試合を決めるならビニだろ。日本の守備陣がビニのスピードと仕掛けについていけるのか。でそこはブラジルサポーターがかなり強気だね。日本は速いって言いつつも個では上回れる選手もいるって思ってるんだ。そう、日本は組織的で走れる。でもブラジルには一発で試合を動かせる選手がいる。そこがブラジルサポーターの自信になってるんが。それとネイマールの名前も結構出てる。ネイマールを出せばいい。ネイマールがゴールを決めるって期待する人もいるけど、ネイマールを出すな。ビニとネイマールが一緒にうまくやれるのか。って今のネイマールには賛否あるね。ネイマール選手って今ブラジルではそんな扱いなんだ。そうだね。名前の大きさは圧倒的だけど、今のチームで本当にプラスになるのか。ただ日本戦で流れを変えるのはネイマールだって期待してる人はいる。ネイマールが出るまでもなくブラジルが攻撃で押し切る。日本の守備はそんなに強くない。ウィニが入れば一人で崩せる。ブラジルサポーターから見ると日本の守備は弱いって見えてるんだ。かなりそう見てる人はいる。日本は速いし組織的だけど、守備は脆い。日本の守備は弱いしサイドをつけばいける。空中戦も狙える。ビニが左から仕掛ける形に期待。ビニがいれば崩せる。ビニへの信頼が強いね。強いね。日本を警戒してる人でも日本の全てをブラジルの個が破壊する。どれだけ組織的でもビニの前では無力っていう感じがね。でもさ、最近日本がブラジルに勝ったけど。そこもめちゃくちゃ話題になってるし、かなり覚えてる。去年の10月の試合だもんね。ただその負けを日本が強かったからとは見てない人も多いんだよ。どういうこと？あの試合はファブリシオ・ブルーノがやらかした。ウーゴ・ソーザがいたから負けた。今回はその2人がいないから大丈夫って言ってる人がすごく多い。私でも覚えちゃった。ファブリシオ・ブルーノ。日本に負けたけどブラジルサポーターの中ではあれはブラジルが自滅した試合っていう扱いになってる。今回は本気のブラジルだから違うぞ。今回はワールドカップの決勝トーナメントだし、ブラジルが集中して入れば勝てる。でも日本からしたら前に勝ってるっていうのは自信になるよね。松木さんも言ってたし。それは間違いない。前に日本に負けてるんだから油断するな。あの負けを軽く見たら危ない。もちろんブラジルのミスはあった。でも日本はそのミスを逃さなかった。そこが日本の怖さだと思う。他にかなり多く言われてるのが、そもそもブラジルが相手を選んでる場合じゃないだろっていう意見なんだよ。どういうこと？日本で良かったとか、スウェーデンの方が良かったとか、
オランダじゃなくて助かったとかいろんな声があるんだけど、それに対して優勝したいなら誰が来ても倒さないとダメだろって言ってる人が多い。優勝狙ってるからこその意見だね。日本でも同じこと言ってる人いるよ。ブラジルはヘキサを狙ってるんだから、日本を怖がってる場合じゃない。相手を選ぶチームがチャンピオンになれるわけない。日本にビビってるようじゃ、この先フランスとかアルゼンチンとか強豪と当たった時にどうするんだ。日本がブラジルに勝つからそんな心配いらないよ。来る相手を倒すだけ。日本だろうがブラジルは勝ちに行く。そういう声が結構あった。日本を怖がってる人もいるんだね。いるというかかなりいるよ。俺が聞いた中でもブラジルが日本を怖がる日が来るなんて。日本をリスペクトするのはわかるけど、恐れるのは違うだろ。リスペクトと恐怖は別ってこと？そ日本はいいチーム。そこは認める。でも、ブラジルが勝つべき相手だし、ブラジルが自分たちの力を信じないでどうするんだ。昔なら日本が相手と聞いたらもっと楽勝ムードだけだったかもしれない。でも今は日本は危ない。よくブラジルサポーターの中にも日本を応援してる人がいたけど、やっぱりブラジルとの試合では違うのかな。日本を応援してる人いるよ。しかも結構いる。日本が勝つ。日本がブラジルを倒す。頑張れ日本。今のブラジル代表はやる気がない。日本を俺は応援する。自国の代表を応援しないことなんてあるんだ。ブラジルサポーターは勝って当たり前って感覚があるから、内容が悪いとすぐ不満が出る。日本2対1ブラジル、日本2対0ブラジル、1対1から PK で日本みたいな予想も出てる。中には日本が 7-1 で勝つって言っちゃってる人までいた。それミネイロの惨劇じゃん。もちろんブラジル勝利予想の方が多いけど、ブラジルを信用してない人たちは日本がやるかもしれないってかなり言ってる。すごいな。前に日本に負けてるからまたやられるぞ。日本が好きだから応援する。サムライブルーを応援する。ブルーロックを応援する。日本戦ってなるとやっぱりアニメがセットになっちゃうんだよね。ブラジルサッカー連盟ですらアニメ風にしちゃうぐらいだから、悟空、ベジータ、ナルト、スーパーチャンピオンズ、ブルーロック、そういう名前が出てくる。日本が勝つには悟空やベジータを出すしかない。スーパーチャンピオンズの最終回の続きがついに見られるぞ。スーパーチャンピオンズのブラジル対日本の試合は決勝だったけどな。本当に今の日本はブルーロックだよね。この大会は優勝候補を倒して優勝するかもしれない。ブラジル人って日本のアニメ好きな人多いんだね。多いよ、本当に多い。そういう人が日本も応援してる。他に日本について何か言ってないのかな。ジーコが日本にサッカーを教えたから負けたらジーコのせいだ。日本がここまでサッカー強くなったのはジーコが教えたからだろ。記者会見でもジーコのこと森保監督が話してたね。もう日本は昔とは違う。昔なら日本戦でブラジルが負けるって言ったらかなり冗談っぽく聞こえたけど、今は割と本気で日本がやるかもって思える。ブラジルサポーターの中でも日本の評価は上がってるってことかな。上がってるね。日本は強豪ではないけど、もう簡単な相手ではない。ブラジル勝つと思うけど10回に1回は日本が勝つかも。日本のスピード、組織力、ブラジルの守備の不安が引っかかる。最初の入り方がめちゃくちゃ大事。早めに点を取ればブラジルペースになる。でも日本に先制されたら不安が一気に爆発する。余裕って言いながらちょっと怖いんだね。ブラジルサポーターはブラジルが勝つと信じてる。でも日本が何か起こすかもしれないとも思ってる。だからこの試合ただのブラジル有利じゃ終わらない雰囲気があるよ。ブラジルサポーターからはこんな感じだったよ。ブラジルに勝つぞ。レオくんありがとう。こちらこそワールドカップで日本と試合できることをずっと楽しみにしていたよ。それじゃあチャオ。チャオ。中3日だからほんと早い。そうだね。移動もあるのにアンダー世代みたいな中日だもん。ちなみにブラジルは中4日だね。中日短くなってのこの1日はでかい。そういえばひなが好きな塩貝健人選手のインタビュー聞いた？何か言ってた？ブラジルの印象聞かれて、昔は強かったってイメージって言ってて、圧倒できる力もあるって言ってたよ。最高。さすが強肩ちゃん。日本は選手だけじゃなくてスタッフもすごいからね。私も見たよ。コーナーキックやセットプレーだけじゃなくて相手ゴールキックやスローインのパターンまで選手は覚えるんでしょう。最近のサッカーは難しいって選手も言ってたね。プーリオもブラジルには勝てるって言ってたし、私も勝てるって言っている。試合は月曜の26時だね。日本の選手たちに頑張ってもらいたいね。本当に私たちは信じて応援するだけだね。そうだよ。こんなことさせないぞ。頑張れ日本。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。そ
それではご視聴いただきありがとうございました。みんなで勝利を信じて応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。